8章6話ですよ。8章でに残る玉座と。はい。もうね、ついになんかこう神話に触れていくタイミングになりましたね。まあ前回からちょっとね触れてきてますけど。神話感あふれるマップじゃないですか、左側とか。そうですね。なんか空中に浮いてる遺跡を歩いていくみたいなね。けー。感じですよね。はい。しね、なんかでかい神殿の中入ってんのかなみたいなところもありますけど。美しいできてますね。はい。いいマップですよ。こう実際歩いてみるとね結構面白いんでね、ぜひとも歩いてほしいですね。また美文書とかもね、ここ入るんじゃないですか。そうですね。結構面白いマップなんですよね。いいと思想像的にはね。はい。っていうのがまず1個目です。で2枚目がトーンって入りますと、まあレベルキャップ180開放ございます。来た。来るのか。いきます。でですね、キャップ180が開放されるとですね、バトルスキルレベル4もきますよと。出た。そうだ、180でね。まあ内容としてはね、ステータスアップ系ではないですけどね。まあ一応そのバトルにおいて、まあちょっと便利なりそうなものが入ってますよってところではあるんでね。気になる。はい。あとですね、パーティーメニューでサブハンドが、まあ、ちっちゃく表示されるようになりますよということです。もしかしたらちょっとちっちゃすぎて見えないかもしれないので、その場合はちょっとまた後日調整しようかなと思いますけど、一旦見れるようになりますよと。はいってことですね。でその次のページがちょっと問題ですけども、ですね、ちょっとガードスキルレベル3についてちょっと実装をちょっと延期させていただきたいなと思っております。前にちょっと見せたと思うんですけども、ガードとアボイドのシステムをちょっと変更しますよと話をしてると思うんですけども、あの変更自体はもうやろうってことにも僕らの中では決まってますので、この状態で古いガードスキルを出しても結局後で要はリセットしなきゃいけなくなってしまうので、要は無駄になってしまうところなので、もう新仕様に実はもうレベル3の方からもう変わっちゃってるので、ちょっと公開をそもそも延期させていただきます。なるほど。新仕様にもうなっちゃうと。新仕様が実装された、ちょっと経ってからこいつは公開しようと思ってますので、明日のイベントで一回ちょっとガードスキルレベル3が図書館から一旦ちょっと消えてはしまうんですけども、夏頃にもう一回出てきますよってことなんで、消えるけど消滅したわけではなく、単純に延期させてくれっていうところですね。なるほど。少々お待ちください。ということでございます。やっぱね、手動で回避とかねガードできるようになってくると全然動きも変わってきますし、スキル内容もねやっぱ変わってきちゃってたんで、結構やっぱ3あたりから結構強力な内容だったんで、その辺もちょっとお待ちいただければなと思います。お待ちください。サブハンドの説明ちょうだい。ちょっとわかんない。いや、パーティーってメインの武器しか見えないんですよね、他の人が。だからそれが要はサブに何つけてんのっていうのが見えるようになるようになってます。要は片手剣となんか探検装備してたら片手剣のアイコンに探検の絵もつくよみたいな感じですね。多分明日入れば分かるとは思うので、見ていただければいいのかなということですね。ってことで、じゃあ次のページいきましょうかね。ということで、月曜日にも少しだけお話しさせていただいたんですけども、バランス調整、去年末にちょっと言ってたと思うんですけど、実施させていただきますということで、1個だけちょっと訂正があるんですけども、術式フィナーレに関しまして、ちょっと月曜日言った内容と今回言う内容ちょっと変わってます。ちょっと僕の方でスライド作るときにちょっと1個古い情報のもので上げてしまってですね、実装内容その後に調整した内容になってたので、おっとしまったぞというところで単純に間違えまして、ツイッターの方ではね先にちょっと間違ったんで今日改めて設定しますねっていうのをお知らせしてるんですけども、一応今日この後それ発表していこうかなと思ってます。ってことで、じゃあ早速1枚目からいきましょうか。このスキルがバランス調整来るってことですね。そうですね、このスキルが来ます今回は。ということで1枚目です。術式フィナウの方です。こいつがちょっと月曜日とだいぶ内容変わっております。杖を装備して使った時のですね1ヒット目の威力が今その補正値が1000っていう数字なんですけども、それが1250プラスあとイントに変わります。月曜日の時は1500って固定値が書いてあったんですけども、イントを足すと大体1555になるのかな。とかなんで、前よりもちょっと気持ち上がったっつって、イント振ってればですよね。で、あと魔道具の方も、魔道具の方には威力ボーナスがなかったんですけども、一応基礎イント分の分が入りますので、振れば成長するようになるようなところと、範囲のところは変わってないですね。2倍が4倍変わりますよということでございます。で、2ヒット目と3ヒット目のところに関してが、威力補正値、スキル威力っていうのと、上の威力全然別物なんですけど、そこの補正値が、そもそも設定値おかしかったところなので、ここが下がりますね。3000から300、3000から30ということで、
結構威力落ちますね。落ちますね。何回も打つと。なので何回も打つというかあれフィナ1回で3ヒット。なので結構M アタックをしっかり上げておかないと結構内漏らしが出たりとかもするのと結構この辺が大変ですねところですね。あとあれですね、その装備品とかで丸属性にダメージプラスみたいなのでうまく調整すればもしかしたらいけるかもしれないですけどね。なるほど。であとCSPD が実は無関係なパラメーターになったんですよね、フィナウに関しては。要は固定詠唱時間だったのでということで、CSPD いらないじゃんって話だったのでフィナだけ詠唱上にちょっと特殊なヘイトが出るようになっていて、こちら今減らす手段がなかったんですよね。でこれをCSPD が高ければこれを減らすことができるよというふうになりました。なるほど。ただ、減らすことができるっていうことは CSPD マイナスだったら増えるのかって話もあったんですけども、多分今ポム杖を使ってる人は結構いらっしゃるので、さすがにその状態でマイナスで増えるよっていうのはちょっと酷な修正になってしまいますので、マイナスの時には増えるっていうのはないです。ゼロです。今回ちょっとそこは一応考慮させていただきました。なのでいくらマイナスになってもヘイドが増えるってことはありません。ちょうどあれですね、英語の方も出てましたね。ちょっと僕は読めないですけど。英語系の方はこちらで今言ってた内容になりますね。途中までしか読めない。パーオブファスヒートイズジャズシートブラム。わかんない。おやすみなさい。わかんないってなっちゃう。読める人疑問の。ちょっとね長めに置いておきましょう。ちょっと長いんでね。皆さん見えてますかね。ちょっとね幅の影響でちょっと文字ちっちゃくなっちゃったんで申し訳ないんですけど。けどコメントでフィナウヘイト高すぎて困ってたっていう方もいらっしゃるね。CSPD 振ればちょっと減らせるよってところですね。あとポムツで救済。でもどっちみちメインのアタックのところはちゃんとヘイトマイナスの装備つけないと、結構もともと16本消費ですからね。大変です。詠唱時間は変わらないです。詠唱時間変わらないですね。じゃあそろそろ大丈夫かな。次行きましょうか。なんか質問来てる。いいか。で次が術式バーストですね。これ前にさ消費 MP に見合ったスキルボーナススキル威力のボーナスが入ってるって話をしていたんですけども、バースト MP 消費500の割になぜか補正値が300っていうちょっとちっちゃい数字になってましたので、こちらちゃんと直しました。なので威力が300から500になりましたよところと、あと自分にターゲットが向いている時だけノックバックするっていう仕様がちょっと分かりにくいとか状況がちょっと分かりにくいよねみたいなのが結構あったので、もうボスにはノックバックしないっていうふうにしました。要はパーティー戦の時にボスさんノックバックしちゃって使いにくいって話があって、でかつその状況によって変わるみたいなのがちょっと分かりづらいって話だったので、もうそもそもボスには発生しないようにしました。これちょっとしたバフですね。っていうのもあるし、威力自体も上がっているので、逆にMDF 貫通しやすくなってるんで、前よりは威力が出やすくなったかなっていう感じですね。ただ現状の環境だとバーストって結構使いにくいんですよね。やっぱ安定して CSPD が1000超えてこないとなかなかベースの詠唱時間が長すぎるので、どっちみち装備品が揃ってくるとね結構変わるんですよね。今 ASPD とかってもやろうと思えば今9999とかいっちゃうんですけども、CSPD って結構頑張っても2000もいかないのかな、下手すると。もしか特化すればいくのかもしれないですけど、ただその状態の環境下だと、まだちょっとバーストを連打するほどの速度は出せないのかなと思うので、これからの環境次第かなって感じですね、こいつは。ということです。で次ですが、次、クロノスドライブですね、槍のスキルです。現状追加ダメージのスキル威力にですねテックが実は影響するっていうのが入ってるんですけども、廃止しました。なので、テック型の方に関してはちょっと威力が下がってはしまうんですけども、代わりといってはなんですけども追加ダメージ発生時にですね MP 回復する効果を今回新しく付与しましたので、ちょっと環境もまたこれで変わってくるのかなと思いますね。結構クロノスドライブって知ってる人は知ってるんですけども、今後の特殊能力の影響を受けずに追加ダメージが発生するってところがあるので、結構その辺をうまく使うと DPS 維持したまま MP 回復だけ得ることができるみたいなことができてしまうので、結構今回の中で一番大きく変化したスキルなのかなと思っていますね。あとはちょっと実際に使ってみてもらえればいいのかなと思いますけど、使い方が変わるって感じですね。あと追加ダメージはあれですね、通常攻撃の SPD に影響して攻撃回数が変わるものなので、センプリアリの人でも結構 SPD ちゃんと持ったりとか、あとはあれですね、新速さばけかさばけとか使ってちゃんと攻撃速度上げないとなかなかこいつの進化発揮できないよっていうのがあるんで、なかなか使いにくいんですけど、ちゃんと使えればなかなか面白いことにはなるんじゃないかなと個人的には思っていますね。やり方次第で
そうですね、はいまあ、結構変わるので実際ちょっと使ってもらえるといいですね。まあそうですね、アボイドされると回復しないですね。要はクロノスドライブの本体当てた時の、ヒット状況を、追加ダメージがコピーするので、アボイドされたりとかミスしたりとかするとその後の追加ダメージ発生しませんし、ミスしても確か発生しないですし、白ダメージが入った場合には追加ダメージも確か全部白ダメになるはずですね。クリティカルした場合はむしろ逆に全部クリティカルするみたいな感じですけど、はい、そこはまあ、せっかくねこの後、みんな言ってますけどリセット来るんで、はい試してみてください。はい、そうですね、でその次ですが、こちら、はい、神速のさばき手ですね。旋風槍で使用した場合に限ってですね、1付与あたりの防御と物理と魔法の耐性下がるっていうところの数値を 50% から 25% に下げました。お前がむしろ高すぎたのかなと思っていて、正直このスキル槍以外で使ってる人の方が多いんですよね。はい使ってます。使ってはいます、なのでちょっと槍で使った時のデメリットがちょっとでかすぎるよねって話があったんで、なるほどねそっちを緩和しました。やっぱ本職そう本職が使えないみたいな。恩恵がないと。そうこれ槍のスキルなんで槍以外がむしろなんか進化発揮してんねんみたいな話だったんで、まあ、もちろん使いやすくしましたよと。100点きましたよ。まあ、それでもね25% は増えますので、さすがに3つ重ねるとそれなりに増えてはしまいますけど、まあ、装備品とかで相殺できる数値にはなってきてたりもしてるので、あとはあれですね、マイルームのね料理バフとかでむしろ 25% ぐらいだったら消せるでしょみたいなのがあったので、はい、いろいろ試してもらえるとかなと。槍はちょっと変わりそうですね、さっきのスキルといい、こちらといい。まあそうですね、槍は実際リリースされてからそんなに大きく変化してなかったので、まあ、クロノスさんは1回大きく変化しましたけど、はい、まあ、もう一段階変わったよということですね。はい、ちなみに前にちょっとトゥースもいじろうかなと思ったんですけども、いろいろ数値見てるとですね、いじる場所があんまなくてですね、今回は見送りましたそもそも強いんですよあれやっぱり。あいつね、やっぱ状況を選べばするんですけども、やっぱ場合によってはすごく強いので、ただやっぱはまらない時は本当にはまらないんで、やっぱ相手は選ぶなっていう感じですね。はい、でじゃあ次行きましょう。はい、はい、で天竜乱世、これ前から言ってたやつですね。まあ消費に対してちょっと固定値が高すぎたので、まあ、300から100に、今回スキル威力がちょっと下がりましたよということですね。はい、ちょっと何刀、私刀でも強いよ。いや、まあ強いですけどね、確かに前よりはちょっとねデフを貫通しにくくなったので、結構基礎 ATK の方が重要性上がってきますけどね。なるほど、クリティカルとかよりもともと刀自体が ATK の低い武器なんで、そう本来はデフをそんなに簡単に貫通できてはいけない武器なんですけど意外にいっちゃってた。バットでも行くんですよ、パワー出せばね。そうじゃあ画量転生もいらねえじゃんみたいな話にいや、なっちゃそうなんでうんで、すよ。なのでちょっと今回スキル力は下げさせていただいてます新速ね。なるほどね。まあ、ただ天竜結構って連続して使うとどんどん強くなるじゃないですか。そうですねだからいわゆるその高段位を連打するほどに DPS が本来上がるやつで、はい、要は天竜 2,3 回使って残能を繰り返すだと本来 DPS 出ないはずなんですよ。はい、だからそれが結構きつくなってきて、要はきっちりちゃんと5段階目維持しなきゃダメみたいな感じになってくるんで、立ち回りがさらにちょっと大変にはなりますけど、大変だな。でも強いですからね。まあ、そもそも天竜やっぱ強いですからね、めちゃめちゃ。まあこれからねまだいろいろと装備品が出たりとかクリスター出たりするんでね、中でまた変わってくるのかなとは思いますけど、画量弱くないですけどね。画量も強いよ結構。ただ条件満たすまでが大変ってだけで、だから結局刀自体がもともとやっぱ長期戦用武器だったはずなので、コンセプトがね。だったら天竜で貯めて画量打ったらもうめちゃめちゃ強かったからね。ただあれもねいろいろ条件大変だけどね。まあはい、これはちょっとね、実際変わったといっても、体感 10% から 7% ぐらい下がるのかな、多分 10% ぐらいだと思ってくれればいいと思います。これで言ってましたからね、調整するっていうのはね。そうですね。長期戦になることって正直高難易度でしかないですからね。あとはこれから言うてねベネーナみたいなレイド戦とかが今後出てくると多分長期戦が嫌でも増えてくるので、その時になったらまたなるかもしれないです。でもそれでも強いと思いますよ、僕は刀は。もうちょっとやってみてだと思いますけどね。みんなでちょっとやってみてだな。じゃあその次行きましょう。で次もう一個ですね、シャイニングクロスですね。
威力減衰の始まる距離が、変更になります。前は中距離からでもそれなりに火力が出たんですけども、それが、近距離じゃないと威力出なくなっちゃったよってことですね。ただ中距離で打っても、若干威力がマイルドになったっていうのが正しいかもしれないですけど、別に全く出ないわけではないので、はいはい、近距離格闘してくれっていうことですね。そうですね。デュアルソード、シャイニングクロス、そうですね。近ければ近いほどダメージが出る。で離れれば離れるほど HP の持続回復が上がるっていう効果もあるので、状況によりけりかなという感じもしますけどね。といっても回復量自体がちょっとちっちゃいので、HP 高くないとあんまり効果ないといえばその通りではありますけどね。間合いが大切って感じですね。そうですね。なので前にあれですね、中距離で連打してた人の効率がちょっと下がるよってことですね。なんかさっきからニコ生がだいぶ荒れてはいますけど、継承してますよもちろん。DPS チェックめっちゃしてますけどね。もちろんですね。ただやっぱ敵によって全然変わってしまうので、一概に最強だっていうのは正直ないんですよね。普通にデフ高い敵とか低い敵もいるし、場合によっては戦闘中に、ね、防御値変わる敵もいるので、その状態で、正直万能っていうのはいないはずですけど、確かにね。妥当ですね。使い方によっては万能になっちゃうんですよね。別にシャイニングだってちゃんと近距離維持すれば全然威力出せるんで、そうなんですよね。こいつベース威力変わってないので、きっちり接近して撃てば威力変わんないですからね。なので、接近しやすい敵だったら全然今まで通り威力出るんじゃないですかね。確かにね。あと多分リーパーのバフを使うか使わないかはまた別の話ですけど、あれもね、次の近接威力すごい大きく上がりますから、その後やっぱ移動分があるんで、結構検証中に言ってたんですけど、リーパーを壁に引っ掛けて近距離シャイニングできる、やろうともできるんですけどねでもそれはやっぱ地形に依存するので、どこでも使えるわけではないって感じですね。使えるところ使えばいいし、ね。それはね、ちょっとこれもちょっと調整入ったらちょっと皆さんで一回試してもらえるとどのぐらい変わったのかなっていうのが分かると思うので、変わってみてもらえればいいのかなと思います。やってみてくださいよってことですね。その次がエンチャントかな。そうですね。エンチャントが魔道具で使った場合、魔道具で使うっていうか、そのサブに魔道具をつけてるときに使った場合に、最大 MP が300減るっていうのがあったんですけども、それちょっとあんまり意味なかったんで消しました。ちなみにエンチャントソード威力自体をなんとかしてくれっていう話もあるんですけども、もともとレベル3スキルでレベル4スキル次第でやっぱ化けるスキルなので、ここはそういうもんですねってところですね。4スキル来てからっていうところ、4スキル自体がちょっとまだ先なので、今現状だとやっぱりちょっと弱いのかなっていうのは分かりますけど、今だとなんか敵の弱点探るのにしか使えないみたいな話もあったんで、その通りではありますけどみたいなありますけどね。ここからですね。ここからですね。そうですね。もしかしたらちょっとレベル4を出すタイミングちょっと早めるとかはするかもしれないですけども、確か今200台ぐらいなんでちょっと遠いんですよね。なるほどなるほど。場合によってはちょっと前倒すかもしれないですけど、ただその前に確か職業系のスキルツリーが来るんですよね。ナイトのレベル4とかプリストのレベル4とか。マジですか。そっちの先だったような気がします、ちょっと今資料ないんであれですけど、そっちもいつ来るかなって感じですけどね。その前にまずアサシンも来るんで大変だなって思ってますね。ある種ウィザードも作ってますけど全然まだまだなんでいやあれ直線もんすぎてやばいんですよね。とりあえずこんな感じかな、バランス調整はね。で、今回結構メインスキルが多い調整になってますので、ちゃんとバランス調整しましたよということでスキルリセットをやります。でかいでかい。で一応、スライドにはスキルリセットと書いてありますが、一応今回はステータスとか個性のリセットも、含めてます。なので、この所持パラメータ ×10 回の間であれば、どれでもリセットできますよって感じですね。ただ、1個だけ注意していただきたいのが、スキルブックで習得したスキルをリセットしてしまうと本は返ってきませんので、そこだけ、注意してください。英語バージョンですね。そうですね。一応これは、メンテナンス入るまでに、所持しているパラメータの数になっています。なので、メンテ開けてからパラメータ作ってもこの回数増えませんのでご注意ください。そこら辺は前と同じですね。リサーチスケール
結構待ってる人いましたよね。そうですよねリセットね。特に海外の方は結構毎回リセット欲しいっていうのを言ってたんでね。今日もね、なんかちょっとねスキルブック返すとこはちょっと処理が間に合わなかったのですいません、今回ははいご了承ください。まあもし次回があればちょっとその時にはもしかしたら対応させていただくかもしれないですけど、ちょっと今回はないのでご注意ください。はいはい。ステータスは今回含めてます。そう前回やった時ステータスリセットがなかったんですよね。はい。無料のやつが。ただこの回数は共通なのでそこだけ気をつけてください。はい、全部でこの回数できますよ、だけど。了解ですかね。まあ詳しくは公式の多分お知らせでも出てますので、こちらの方で一回注意文とか見ていただけると幸いかなと思います。はい。というわけで皆さん伝わりましたかね。正直ステータスもリセットできるとね、何でも作れるよね。ね。そうですね。何でもいけます。やりたいぜ。やりたい放題やれるぜ。そうね。だからね、さすがに装備品までは作れないですけど。まあね。でもなんか構成を一からやり直せたりとか、多分いろいろスキルの研究とかもできる期間だとは思うので、まあいろいろ試してもらえればいいのかな。せっかくね、いろんな組み合わせできるゲームですから、楽しんでいただければなと思います。はい。でラスト。ってことでございましたよ。とりあえずね、明日の内容はこちらでございます。はい。高騰しちゃってますね今ね。はい。ってことですけど、どうですか内容的に。まあやっぱ刀使いとしてやっぱそうですね。そこがね。まあ天竜のね回数でダメージめっちゃ出てたっていうのはありましたけども、まあ天竜以外にもありますから、まあこれを機にリセットしてまだ別のねバトケンの刀のなんかパターンがまた出てきても面白いし、そうですね。なんかそういうことを探っていくっていうのも面白いじゃないですか。思い切って別の職やってみる。だから結局強いやつだけに依存してても面白くないし、俺らはねこうやってここでパワー出せたら面白いっていうのはもちろんありますけど、逆にねなんかこの下がった状態でもかつまだアタッカー1位取れるっていうのもねやっぱ大事だって面白いしね。まあそもそも刀はちょっとねバット移動とかノート移動とかいろいろねありましたから、言うてバランスが良くなってるだけですからね。まあ一応これ入れた後でまだおかしいところがいっぱいあるんで、今回はやっぱ採用しなかったやっぱトゥースとかも見方変えればまだやっぱりその波が激しすぎるんで、そこをどうすんのってのもありますけど、もちろんそれがやっぱ味だったりもするので、そこをあえて残す可能性もありますし、場合によっては既存スキルをいじるのではなくてそこをカバーする別のスキルをね足したりとかはね、正直もうメインスキルが今レベル4マックスまで出ちゃってるんで、そうですね、正直レベル5を出してもいいんですけど、ただレベル5って多分だいぶ先になっちゃうんで、だったら既存のレベル帯に新しいなんかライン作ってもいいんじゃないのっていうのもありますし、一応やっぱ要望でなんかメインテコのなんかスキルツリー欲しいとかね、逆になんか両手剣だけのツリーとかないのみたいなのもありますしね、前もオフイベントの時はなんか素手のツリー欲しいと言われてるんでなるほど準備はしようとはしてますけど、とりあえず今アサシンとかミンストレルとかがねまだ作ってる最中なんでね、本当は今日見れるものがあればよかったんですけど、ちょっとね大変なんですよね。今開発環境では、楽器持って弾いてるんですよ。なるほどね。ミンス来たーっつってちょっとこうテンション上がったりしてるんですけど、今日それ動いてるところせめて見れないかなと思ったんですけど、ちょっとアプリ出せないっすって言われたんで PC 上でしかちょっとまだ見れないんで、ちょっと無理かと思ったんで、もしかしたら3月、どっかもしかしたら早ければなんかモナ放送にちょっとお邪魔してちょっと一瞬見れるとかがあって、それはいい、ありがたいですね。結構もうアサシンが今調整段階で、ミンスがちょっとシステムのところの今調整をやってて、ダンサーはまだデータ作ってる最中なんで、もうちょっとかかりそうですけど、でも3月のニコ生では多分おそらく見れますね。楽しみでございます。むしろ見れないと困るね、いやもう本当申し訳ないですね、まだなのかよっていうのはありますけど、本当は今日アサシンだけでも見せたかったんですけど、ちょっと間に合わなかったのでそこは申し訳ないなと。楽しみに。というわけでいろんなねバランス調整があるとは思うんですけど、SS だけでもどっかのタイミングでツイッターで先にポンって出してもいいかもしれないですね。いいんじゃないですか。もちろん水曜日でもまたその後にね出したりしますから。早くあれも出したいですけどね。結構面白いですよね。ギター弾いてる。いや気になるな。自分のキャラ弾いてるみたいな感じ。めっちゃ気になる。面白そう。楽しいですけどね。というわけで。ということで21日はこの番組でおりまし
て、手じゃあ28日にもアップデートを今予定してまして、来週ですね。はい、でそれが一応こちらになってますよところで、はい、出た気合戦2019出たスノーボールファイト。懐かしい。ちょっとねやりま調したね整中ですけどまだやってた一応よやってたよ28日にやろうかなと今のところ思っております。やっちゃいましょはい。あとあれですね、マーケットのにプレビューで今キャラクターが持ってるんですけど、あれの武器だけ表示もちょっと今足そうかなと思ってます。奥の下絵なんか可愛いあれ指が線なんですよ。ね。前も使いましたけど。もありましたね。はい。あとはあれですね、染色探偵がルナティック以上で記録しますよ。海外ではないと思うんですけど。はい。すごいすごい。あらら。ちょっと待って出ちゃう。いいや。そうですね、まだちょっと不便ですけどね、まだ生産で立って作れないんで、大体トレード寸年って話もあるんで、ちょっとしばらく不便ですけど、とりあえず実装もできそうだったので、まずしようかなと思いますね。集めといていただいてというところですね。なので28日も一応これをやれればいいなと思ってます。ただちょっと雪合戦の方まだ調整をまだ続けているので、もしかすると3月の初めのメンテはちょっとずれる可能性はあるんですけども、一応今28目指しで僕ら準備してますので、こちらもお楽しみにということですね。一応新しい景品も増えたりとか、課金アイテムも報酬に入ってたりしますので、ぜひとも遊んでもらえればなと思いますね。